間記録か、そうですね、一番は、その部屋が変わって、親方が変わってっていうのが今年の一番の出来事かなっていう、自分自身の変化も、翻ししたりとかもあるんですけど、その相撲の面で対して関して、一番気持ちが切り替わって臨め、それ一番気持ちが切り替わって、見方っていうか取り組み方が変わったのが今年だったかなというので、こちら輝錦富士、この一番からご覧いただきたいと思います。ぜひ取り組み中は大相撲ファンの皆様のコメントでも盛り上げていただければというふうに思います。輝と錦富士、まずは輝ですけれども、今場所十両で3勝2敗となっています。そして錦富士は4勝1敗、ここまで飛ばしています。時間です。さあ低くいったのは錦富士、上手を取った錦富士、さあ輝もここは大きな体を生かした相撲を取っていますが、前につんのめる形になりました。輝の勝ち。長いリーチを生かして戦ってきました輝。大与さん、輝の相撲全体としていかがでしたか？やっぱり相手との距離をですね、しっかり保ってましたね。で一回錦富士に上手を取られるんですけども、上手が深かったので落ち着いてね、この辺もしっかり距離を保ってんで最後はたきましたね。錦富士が慌ててくれたのが良かったです。慌ててくれた、さあこの千代翔馬と湘南の海の一番ということですけれども、千代翔馬もね、この怪我するまではもうとにかく稽古量を積むスタイルだったそうなんですけれども、ちょっとトレーニング方法も変えたそうですね。30代超えるとやっぱり疲労もね、だんだん蓄積されやすくなるので、その辺やっぱり工夫しなきゃいけないと思いますけど。さあ軍配が返りました。さあここは突っ張っていった、下手を取っている。さあ四つに組んだ湘南の海が、そして千代翔馬が引っ張るが、ここは千代翔馬の勝ち。湘南の海は引きつけに行ったんですが、ここは千代翔馬が勝ちました。この湘南の海、もろ手でいって距離を取って、このすぐ右の上手をね狙いにいったんです。ちょっと胸があったんで、この後腰の痛い人っていうのはちょっと不利かなと。でこの辺もちょっと押し込まれたんですけど、湘南の海がちょっとバランス崩したというか、なんか気持ちで飲み込むのはもう毎日流血してもいいぐらいですね。もうすっぽんの血でも飲んで血液しっかり補給して、血流よくしてこの竜電は不屈の精神で何度も幕内に這い上がってきた、そういった精神力です。さあ軍配が返りました。時間です。低くいったのは朝紅龍、竜電が突っ張る、朝紅龍も突っ張る、押していく、まわしを取らせない、ここは朝紅龍。朝紅龍が竜電をはたきました。竜電も長いリーチを使って、自分の周りに持っていこうという、腰が引けちゃってですね、思い切っていけないんですよね。でまわしを取りたいんですけど、朝紅龍やっぱ取らせてくれないと、でそこではたいて、だんだん思い通りいかないと人間ってやっぱり焦り出すんですよね。それがやっぱ相撲の場合って肌と肌合わせてるので、肌感覚で分かる感じるところです。名前負けしてませんもんね。そうなんですよね。さあそして土俵は時疾です。時疾は、この宮城県の出身ということで、中学、この思いを背負って土俵に上がります。さあ新入幕の欧勝海はどうでしょうか。軍配が返りました。十分な間合いを使って、さあ時疾が下手、そして
ってる、回した時疾パワフルな相撲を見せてきました。これで時疾は5勝目ということになります。いや、新入幕の欧勝海に対して、時疾はこの先輩の威厳を見せつけるような、そんなパワフルな相撲でしたけれどもね。勝負になかなか手つかなくて、もう消極的なんですよね。で一応組んでるんですけど、全然その腰に力が入ってないというか、なんかもう集中できてないんですよね。で経験もないと思うのでね。力士に、関取になってしまうと海外旅行もね、なかなかね行けませんからね。そんな豪ノ山とこの佐田の海の一番、佐田の海は琴恵光、時疾、朝紅龍に3連敗中となっています。ベテラン佐田の海と勢いのある若手豪ノ山です。勢いよく当たりました。豪ノ山が強引にいく。豪ノ山ヒューマンブルドーザーです。この馬力です。ブルドーザーどころこれ電車ですね。電車ぐらいありましたね。我々は相撲で角度がいいんですよね。下から上下から上で斜めにこう突き上げるような感じでね。うわこれはなすすべないですね。吹っ飛んでましたもんね。この相撲で勝つとすごくやっぱり押し相撲はアスリートというか筋トレで鍛えたからですけど、藤ノ川の場合は、そういう筋力トレーニングプラスやっぱ相撲の大事な筋肉って相撲力みたいな体型というか、その肉付きですよね。特にこの足とかですね、お尻の筋肉とか私よく見るんですけども、足腰がもう中心なんですごくね筋性が取れてますね。どこかが一つ異常に発達しているというわけではなく、バランスよくですよね。もうドキドキしますね。連勝を伸ばすことができるか藤ノ川。御嶽海もここは負けられない一番です。さあ藤ノ川、素早い立ち合いから体格で踊っているが、さあそのままいく。さあ土俵際藤ノ川、手をついてしまった。藤ノ川、ここで今場所初黒星。御嶽海の勝利。御嶽海はこれで3勝目となりました。これは藤ノ川関の攻め方はもう悪くないんですよね。もうこれしかないんですよね。2本入って前に出る。ただこの投げがちょっと強引だったような気がしますね。御嶽海もやっぱり元大関なんで、体の使い方とかすごく上手なんです。小さい人をさばくとか、こうやって押し込まれても2本刺されても慌てないんですよね。強引な投げを誘ったんですね。でそれが投げが決まらないので、どうしよう怪我につながる確率が高いので、やっぱりこう腰を下ろしてですね、特に背が高いので腰を下ろしてもう少しこう前に出るというか、こう日本人っぽい動き、もっと磨いてもいいかなと思います。獅子です。獅子は3連敗中、流れを断ち切りたいところ。獅子は勝つと嬉ししというねコメントがアベマにあふれ返ります。今日は嬉しし出るでしょうか。さあ獅子は少し斜めからいった。友風は下手を取れるか。回しが取れていないが、さあ獅子は低くいく。さあ友風が差していく。どうだ、半身になっているが、まだ勝負は決しない。さあ投げにいった。獅子は回しを取る。それを外した。さあここは獅子、そのパワーを見せつけるか。友風も踏ん張る。お互いに回しを取った。友風が上手を取っている。さあ獅子は左を切られている状況。友風は右で回しを取っている。さあここは回した。友風が勝った。友風ここで初日を出しました。
初勝利です。いやよく頑張りましたね。はい、本当に足の感覚がない中でもう何度もねピンチというかね、普通だったらもう諦めるところ取ればよかったんですけど結局取れなかったですね。もう膝が伸びてます、腰が。はい、最後は友風粘り勝ちです。こう周りの力士もね怪我した人の分頑張るぞっていう気持ちに、ねなりますよね。そうですね、対するは大栄翔です。高速の、この突き今日も出るでしょうか。怪我で休場して番付下がってますけど、これで頑張ってますよね。そうですね、名古屋場所はふくらはぎの怪我で休場となりました。二子山部屋の YouTube チャンネルも、ローがたまにですけれどもね、たまにですね。はい、さあここは大栄翔が捕まっていく。ここは大栄翔の勝ち。いや、ふくらはぎの怪我をものともしないパワフルな前に出る相撲を見せました大栄翔です。立ち合いもローガが頭でいって大栄翔がこう胸でいってるんですけど、回しを取らせないんですよね。それだけやっぱり圧力が強いってことです。自分より大きい相手をねこういとも簡単なんで特にこう楽しみですけど、このコメント欄ではフライングモンキーに対して緑富士の相性を考えてくれている方もいらっしゃいます。グリーンマウンテンということで確かに、若干ストレートすぎる気がしますけれども面白いかもしれないです。そうですね、グリーンマウント富士とかね、マウント富士ですね、ちょっと富士多いんでね、ちょっと多いですね、時間です。さあ緑富士、さあここはさあ回しを取りに行きたい。翔猿がパワーを見せる。翔猿がパワーを見せる。群馬が翔猿が勝ちました。土俵際の攻防、見応えもありました。やっぱり何してくるか分からないからやっぱりこう胸を合わせて捕まえたかったんですよね。密着すれば翠富士の肩透かしっていうものを封じ込めるんでね、張られるし、張れた側はどういう気持ちになるんですかね。海の中入って水中眼鏡して水が入ってきた時びっくりすると思うんですけど、あの感覚ですよね。翔猿の相撲いかがでしたか。なんかその横綱すると我々のその業界ではその家賃が高いとかね言われちゃうんですけどね。でもやっぱ優勝するとやっぱしょうがないですよね。そうですよね。そういう点で言うとだから大野里関なんてすごいですよね。トン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 ってこう確かにそういうのを順調にねこなしてますから。琴勝峰は試練の下半期です。さあ金峰山少し下にはたかれましたが、さあここは思いっきり振ってました琴勝峰。一発肘でガンと間合いを取ってそのまま押し出しました琴勝峰です。今日はねお疲れ気味なんですけど、今日はですねなんかこうこの攻め合いしてるところでうまいことなんかポケットに入ったようなポケット、ボーリングの球がうまいこといったような感じ、なんかこう迷ってて腰が引けてるような立ち合いの方がやりやすい。だからお株を奪うような手足でね熱海富士が前に出ればいいんですけど、迷いそうですね。なんか現在3連勝中で勢いに乗ってるので自分の相撲をね迷いすぎちゃったんだけど、さあ一山本はストレートに来るのか少し変化をつけるか、それとも少し引きで来るか。軍配返りました。さあ今3連勝中で勢いに乗っている熱海富士。迷ってるね、これちょっと危ないですね。迷ってますか。さあ一山本下から来た。しかし熱海富士のパワーここで見せつけた。熱海富士の勝ち。自らの相撲を貫いて勝ち星を手にしました。そうですね、確かにそういう表情にも見えました。これ今だからちょうど審判交代だから審判の人が立ち上がろうとしてるんですよ。それがね物についたんじゃないかってドキドキして、ほらキョロキョロ見てます。ほら不安になっちゃって、
でも内容はもう完璧ですね。だからしょうがないんだけども、一生懸命こられてますよね。可愛いですね、熱海富士。しかも審判をキョロキョロ見て、話題に耐えることのない、だからそういう部屋っていうのはやっぱどんどんやっぱり、まして本場所なんか旭富士っていうね、そうですよ、新弟子でね横綱の名前いただくような、そんな力士もいるわけですから。はい。熱海富士もね、旭富士に関しては、本当にこのデビューしたことに関しては本当に嬉しいっていうふうに、ね、話していましたので、この部屋の団結も感じます。そうですね。4年間ね、研修でよく耐えてきたと思いますので。はい。ちなみに吉野富士の今年の漢字は跳ねるという。さあここは吉野富士下から行く。さあ美ノ海が張っていく。さあまわしを取った吉野富士、右上手を取っているか。さあ左、切られているのは吉野富士、美ノ海は右で下手取っています。さあここは寄せていく、勝ったのは吉野富士。さあここでタッチペン解説をお願いします。はい、立ち合いお願いします。どうぞスタートしてください。美ノ海すごく踏み込んでますね。はい。で少し腰の位置も低いんですよね、相手よりね。ちょっと低いんですよ。どうぞ進めてください。でね、やっぱ下がると吉野富士はここを気にしだすんですね。足が、だんだん気にしてきますよ。ね、どうしても多分右足で残る癖がついてね、ここがだから俵にかかるっていうか、かかりそうになると怖がるんですよね。右足肉離れですからね。で危ないって踏ん張れないんですよ。この辺やっぱり跳ねてるんです。この辺ちょっと動いてますね。読んでください。そうですよ。阿炎はこのアビーロードって出世する道なはずでは、そうですね。悪くならないはずですから。俺が行かなきゃダメでしょと思ってましたというふうにコメントしてましたね、阿炎は。かっこいいですね。はい。影響しますんでね。はい。もう7割決まるって言いますから立ち合いは。さあ阿炎がついていく、阿炎の形だ。さあそして正代はまわしをつかみに行ったのが、ここは正代が勝ちました。地元からの大声援、そして大きな拍手を一身に受けて、ここで白星をつかみ取りました。いや大四つさん、その立ち合い勝負っていう中で、最初阿炎がついていったので、これは阿炎互角なんですね。踏み込みはほぼ互角で、で阿炎の方が低いんですけど、正代のこの腰の高さっていうこの、背負り外というか、理論的にはこれダメなんですよ、腰高いっていうのは。だけど正代はそれ逆に武器なんですよね。相手からしたら予想外の腰の高さっていうことで、阿炎が全然これ引きも決まんないし、押しても下がらないもんだから、やっぱり共に2勝3敗。欧勝馬は高校まではレスリングをやっていて、そして日体大入学後相撲部に入り、そして学生横綱まで一緒でね、競技変えてね、数年で学生横綱取るっていうのはなかなか。場所全体の流れをつかむために、ここは両者ともに絶対に落としたくない。立ち合いから激しくいったのは大野勝が上体を起こしに行く、のど輪に行きました。さあ両者非常に厳しい突き、張り手も出している。さあ欧勝馬が高速の突きです。さあそして大野勝の上体を起こされる。さあここからはスタミナ勝負、我慢比べだ。さあお互いに間合いを取った。上手を嫌いました。さあ欧勝馬がもう一度、大野勝もまだまだ元気。欧勝馬は間合いです。肘を伸ばして相手に近づかせないようにしています。さあ大野勝は回しを狙っているか。さあまだまだ長い相撲になっています。お互い回しを取らせません。さあ欧勝馬が回しに手をかけました。
いやしかしお互いにまわしを取られることを嫌っているが、体勢が崩れて欧勝馬の勝ち。長い長い相撲になりました。ここは日体大の先輩欧勝馬が白星ということになりました。やっぱりどうしてもスタミナがねないんですけども、ちょっとまだ残れるというかね、土俵際と少し距離があったのに大野勝あそこで力抜くっていうのはこれあんまり良くないですね。スタミナがもう限界だった。限界です。もう立ってるだけでフラフラだと思います。ここでもうこの辺でもうどいてまだちょっとあったんですよ。あそこから回ることだってできるのに、だって昔だって今の八角理事長なんてね、ブルドッグっていう動物ですからね。なんかそのニックネームの付け方も時代とともにちょっとこうおしゃれというかね、確かになってきましたよね。昔なんかほとんど動物だったような気がしますけどもしかもこれしっかり取り口に注目してくれてるっていうのは嬉しいですよね。そうです。ちゃんとしっかりこう見た目じゃなくて、相撲の内容でね皆さんつけてくださいというのは目の肥えたファンがいらっしゃるということですね。ロンドンでも相撲クラブが設立されてメジャーになってきているそうです。時間です。さあ若隆景は今日低くいったが、やはり踏ん張れていないか。霧島の勝ち。若隆景はこれで5敗目、霧島は3勝目です。今日は若隆景、持ち前のこのしぶとい相撲期待したんですけれども、どうでしょう。やっぱどうしてもやっぱ痛いところがあると稽古もやっぱりがっちりできないので、そういった面がねちょっとやっぱり出ちゃうかなと。ケーキなんかねこうライスケーキのようなおにぎりなのかケーキなのかというね、隆の勝はここで流れを断ち切りたい。ご注目いただきたいと思います。高安は4勝1敗。さあここは隆の勝、突きを出していく、突きを出していく、抱え込む形、抱え込む形で隆の勝勝った。バースデー勝利。隆の勝見事に初日を出しました。おめでとうございます。隆の勝31歳を自ら祝いました。さあタッチペン解説ということですが、お誕生日おめでとう。すみません、間違えました。メッセージが出ました。解説をお願いします。高安こう当たっていくんですけどね、踏み込んでますね、こっちの方がね。これちょっとストップします。踏み込むんですけどちょっと顎が上がってるんですね。で脇これはいいですね。裏の内輪もありますし、ウクライナのね国旗もあります。このことさっきの高野そうかもですね。先ほどはバースデーモードだったんですけれども、皆さんのファンということでね、いいことですね。もうだいぶグッズ持ってきてるはずですね。荷物もこうスーツケースで来てるんじゃないかというね、いろんなグッズが出てきますけれども、準備がすごいですね。お互いにレスリングのね経験はある2人ですから、ちょっといろんな相撲の形が見られるかもしれません。低い相撲なんて思いますね。青錦に宇良です。さあ宇良が低くいった。宇良が上体を起こす。しかし青錦上体が上がらない。宇良はさらに低くいく。宇良はさらに低くいきます。青錦パワーで押していく。さあここは少し横に避けた。しかし青錦はなかなか頭が上がらない。そして組み合いました。場内から大きな拍手。さあそして上手で回しを取った。右上手で取っている青錦はそのまま押した。青錦5勝目。見応えのある相撲を見せてくれました。もう始まったんですね。宇良は悔しい敗戦です。青錦見事な勝利。これで5勝目ということになりました。優勝戦線残ります。タッチペン解説お願いします。宇良がすごくいい踏み込みしました。ちょっと止めてください。この腰の位置ね、相手をこう斜めから上に押していく。でこの青錦が目つむってね、ちょっと不利なんですね。でここからどうぞ。普通だったらここね、宇良前に出ていこうとしたんですけど、腰が重い。前に出させてくれないんですよ。
で宇良はじゃあ逆にどうするかというと、じゃあ回り込んでやろうってね、するんですけど、でね、青錦これ引かないんですよね、この方が。そうですね、引くのをね待ってるんです、こっちは。引いてくれって言うんですけど引かないんですよ。でどんどんこう詰められてきて、はい、危ない危ないって。で肩すかしこれ、うまいことやってるんですけど、はい、多分ご本人はこれもうダメ元でやってますね。ああ、そうですか、腰のもう位置が全然違いますから、正確な王鵬なんですけれども、相撲に土俵に入ると闘志あふれる相撲を見せてくれます。対する伯桜鵬、自身最高位となる前頭筆頭まで上げてきました。今の力士はこの手つくの遅いんですよね。結構ためますね。私らの時はもう審判長にも怒られましたね、土俵のその場で。手が紫桂線が出てると。伯桜鵬が少し謝りました。手をついてさあ思いっきり頭で当たっていきました。突っ張る、ここは王鵬、伯桜鵬は前がかりになってしまった。王鵬が3勝3敗タイに戻しました。この技術を見せてきたのは王鵬だった。これはもう仕方ないですよね。仕方ない、多分伯桜鵬いつもの立ち合いをちょっと修正してますね。一回腰を下ろして一回軽く腰を浮かしてから手つくっていうのはやってたんですけど、多分注意されて普通にちゃんと戻したと思うので、そういうね慣れない動作っていうんですか、普段やってたのをやらない動作に直したもんだから、ちょっとこうその辺がぎこちないのかもしれない。もしかして紅茶をたくさん買って帰って。そうなんですか、さあそして琴櫻のこのルーティンに会場から大きな拍手。2024年年間最多勝。しかし今年は全ての場所で少しずつ苦しんでいる琴櫻。3月以降はギリギリ勝ち越しをする戦いが続いています。9月の秋場所で右膝を負傷、その回復途中にあります。注目の一番です。さあ琴櫻上から抱え込む。さあ玉鷲が琴櫻を起こす。琴櫻を起こす。しかし琴櫻の力を見せるが背中を向く形になった。玉鷲の勝ち。玉鷲4勝目。アイアンマン玉鷲、今場所も躍動。琴櫻の強烈な圧力、ものともしませんでした。いやー、大岩戸さん、なんか鉄分豊富の相撲ですね。アイアン相撲これまでは本当にそれまでの対戦成績の相性の良さがね、琴櫻もこうやりやすそうにやってんですよね。押し込まれてました。だからここやっぱ膝の影響この辺出ますよね。膝の影響が出たのはどういう部分だったんですか。引きを決めるんじゃなくて、もうくぶくりんダメだから、まあとりあえずなんか最後のなんかこう抵抗みたいな感じですよね。もうほぼ勝負ついてますよ、あの状況だと。それはそれが今場所全然見られないんですよね。もう視覚なしですね。場内から大きな拍手。地元の平戸海、そして横綱大野里。いや、これちょっとなんかやってほしいですね、平戸海は。同い年、お互いに負けられない、お互いにプライドがあります。今日は全勝の、藤野川も敗れましたので、大野里とすればここで勝ち星を重ねて一気に優勝を手繰り寄せていきたい。ここまでね、もう年間最多勝も決まっていると思うんですけど、次の目標っていうのはやっぱ全勝優勝ですね。そうですよね。先場所は豊昇龍との優勝決定戦を制しました。平戸海は鋭い踏み込みもあります。さあ平戸海、さあ前に突ったら大野里は揺るがない。大野里の勝ち。横綱相撲大野里です。本当ですかっていうか、ちょっとじゃあこれもうお願いします。タッチペン解説をお願いします。いやしかし大野里、この表情。
一人連勝街道をひた走り、自分のやりたい形にここでなったんですよ。もう完璧です。めちゃくちゃいい形です。しかしここからはい。これ何でしたっけ、郷の山のヒューマンブルドーザー、しかもこの最後のこのなんていうか足のジャンプも、あれも調子いい証拠ですよ。そうですか。なかなかああいう風にできないんです、お相撲さんって。いやー、足腰の軽さ、一つ一つをこうクリアしていってる感じですよね。はい。これだから来年あたりすごいことになると思いますね。目標っていう一つのね、追いかける立場の人がいるっていうのはこれはやっぱりいいことですから。はい。豊昇龍は去年はそれこそ八角理事長に、投げてばかりでは上に上がれないよっていうふうな言葉を受けて、それで投げだけじゃなくて自分の押しっていうふうな突き押しもっていうふうにやっぱりそこでまた一つこうステップ上がったということですよね。やっぱりそうやって対策というかね、しっかり研究してらっしゃるんですけどね、どんどんこう大きな存在になっていくと思いますよ。この豊昇龍、先場所では本割では大野里に勝ったんですが、優勝決定戦で敗れました。今場所もすでに一つ金星を配給。しかしその持ち味、負けん気の強さ、修正力、ここで見せつけるでしょうか。今日結びの一番、若元春との一戦。落ち着いて。痛恨の2敗目を喫しました。これはちょっと金星とはいえ褒められたもんじゃないですね。ちょっと弟の真似しちゃったかなと思いますけどね。昨日は若隆景が、この変化をつけて勝利をもぎ取りました。ここはいや立ち合いね踏み込んでてね、これがだから避けないでね、その後の相撲になればね、ものすごく面白い展開になったんですけど、これはちょっと本当にコメントしようないですね。ちょっと残念としか言いようないです。めちゃくちゃこう気合い入れてね、ただやっぱり横綱ですからね、そこまでこうなんかねどんよりというか、なんかもうあれじゃ座布団も飛ばない、飛ばないようになってるのかな、もう縫い付けたのか分かんないですけど、静かになっちゃいましたね。ちょっと残念ですね。弓取式は9月場所から二所ノ関部屋の21歳羅漢寺が担当しています。ロンドン公演でもこの弓取式を披露していました。しこ名もそうですよ、羅漢寺っていうね、すごい名前ですね。場内から弓取式に拍手が回っています。さあということで、この後お知らせご覧いただきまして、大岩戸さんに今日の一番を選んでいただきたいと思います。アベマ大相撲ライブ11月場所6日目のすべての取り組みが終了しました。大岩戸さん、いろんなこと、アベマ大相撲ライブ